現代のビールサーバーではなく昭和のビールサーバーです。昭和8年、今から89年前の図面をもとに復刻をしたビールサーバーです。あ、やってはいけない。喉越しなの。喉越し。2度継ぎです。1度よりは激しく、3度よりは少し強めに上がる。飲んでみたかったんじゃなくて、ついでみたかった。ついでみたかったんです。いいお店はいいお客さんが作ると思ってますし、いいお客さんがいいお店を作ると思ってるので。さまざまなその復興を司ったといいますか。いつも営業は5時からだと思うんですけど、はい。準備といいますか、4時ぐらいからやられるんです。そうですね。セッティングは4時からですけど、はい。グラスを洗うのに約1時間近くかかるので、まあ全部使ってしまった時は150個ぐらいグラスなんですけど、本当は洗いたてのグラスを使うのが一番綺麗に継げるんですけど、そういうもんなんですね。はい。まあ、当店が目指しているのは、はい。英語で言うとグッド、ベター、ベストのグッドです。もっといいのはたくさんありますよ。せめてグッドは皆さんやりましょうねというのが私のテーマです。このグッドを普通のレベルにしないとこの業界良くならないですよ。ビール大学の山本君の番組は見させてもらったんですけど、僕目指してないんです。ビールのこういう世界があるよっていうのをいろんな人に広める活動をしているので、はい、彼は多分いろんな時間は継ぐこととかいろんなことを研究してると思いますけど、私何にもしてません。どっちかというと発信する方に。もう達人の域に。達人ではない。味ではない。はい。ビールは飲めないんだけどビールは好き。ビールを飲めないんだけど、ビールを飲む雰囲気だからビールを飲みに行くところには私必ず行くの。そういう人たちを増やす活動を私はしております。なるほど。はい。これがですね、はい、生ビール録音といいまして、そこに書いてあるそのビールサーバーの挿絵、これを見てどうしてもこの時代のこのサーバーでビールが継ぎたいので、ほぼ同じものを復刻したのが今目の前にあるビールサーバー。復刻されたんですね。まあ資料として残っている一番古いビールサーバーがその昭和8年当時の資料なので、日本のビールを継ぐというところをまずその原点から自分で体感してみたかったのでというか飲んでみたかったんじゃなくて継いでみたかった。継いでみたかったんですか。まあ私ビールってあんまり得意じゃないんですよね。あ、そうなんですか。ハイボールの方が好きなんですけどサントリーさんの樽生セミナーにちょっと参加させてもらって、はい、そこで飲んだ生ビールがめちゃくちゃ美味しかったんです。で今までビールがあまり美味しいなと思ってこなかったのは、はい、まあきちっと、まあ、我々は手入れの行き届いたビールというふうに表現しますけど、まあ、きちっと樽の管理とかサーバーのメンテナンスとかグラスの洗い方とか継ぎ方とか、はい、まあそれができて、はい、グッドビアだと思ってるんです。グッドビアまずは樽は48時間以上冷蔵庫で静かに冷やしてある。樽をつなぐ。氷を入れるんですけど、はい、さすがに古いものなのでもう排水が壊れてるので、水を下に流すと腐ってしまうので、もう溶けても水が出ないように木ですからね、はい、ペットボトル凍らして、まあ、氷の代わりに。
ぱりいいお店はいいお客さんが作ると思ってますし、いいお客さんがいいお店を作ると思ってるので、その両方ですよね。ビールは食事の前の一口目という位置づけではなくて、仕事終わりの1回目という方の位置づけだと思う。なるほど。仕事まず終わりで、今から飲んで食べてアフターファイブを楽しもうというオフスイッチだと思ってるので、それがメソポタミア時代から続くビールの本来の役目です。仕事終わりのスイッチオフです。ビールのことを福田幸宏はですね、その味至って苦けれど胸郭を開くために妙なり。ビールはちょっと苦いんだけど飲んだ人が腹を割って話ができる、そんなドリンクだっておっしゃってるんですよ。これを今の言葉に直すと、ビールはコミュニケーションツールですね。ということは、コミュニケーションツールのクオリティを上げればコミュニケーションが良くなるってことです。ということは、ビールのクオリティを上げればコミュニケーションが良くなるってことです。なるほど、なるほど。それが美味しさだけではなく手入れの行き届いたビールということです。この今の令和の世の中のさまざまなトラブルはコミュニケーションによるトラブルがほとんどですよね。ほとんどですね。ということは、ビールでそのある程度は解決できるんではないかなという、昭和8年当時の日本のビールサーバースイングカラーです。その喉越しっていう言葉が生まれたのはいつ頃だと思いますか？おそらく50年から100年前だろうと思うんですね。普段みんながビールを飲み始めたらやはり戦後なので、戦後飲んでいたビールはビールサーバーか瓶ビールしかないんですよね。というと、50年前のビールはどういうサーバーでどういう継ぎ方だったかってことですよ。それがスイングカラーの一度継ぎです。なので私の想像としては、ビールは喉越しだっていう言葉が生まれたのはスイングカラーの一度継ぎだろう。50年前と今では味覚は変わります。かなり変わります。味付けとか食べるもの。でも喉越しっていうのは味覚じゃなくて体感覚なんですね。なのでその当時の喉越しは今の我々でも同じ感覚を味わえるのがこのスイングカラーの一度継ぎです。勝手に自分では弟子だって言ってますから、壁に茂って見え方大きく書いてあるのもう早く消せって言ってるんですけど、寡黙なビール継ぎはいっぱいいるんですよ。でもこれを広げていくには、私も山本ももともと酒屋ですから、どう人に伝えるかっていう、どう広めるか、どう伝えるかっていう部分もテーマなので、重富さんがもう元祖というか、ここが発祥の地みたいに喋って継ぐのは私が元祖でしょうね。では一度次です。ありがとうございます。現代でなくこちらのサーバーを使います。こちらのサーバーは昭和8年、今から89年前の図面をもとに復刻をしたビールサーバー。流量流速が現代のサーバーの4倍から5倍、勢いよく1回で一気に継ぎ切ってしまうのが一度継ぎです。美味しく飲む姿勢があります。お風呂上がりの牛乳を飲む姿勢ってお分かりですか？足は肩幅、手は腰、グラスはですね、この真ん中より下の方を持っていただいて、お風呂上がりの牛乳を飲む感じでこう食道をまっすぐにして、一口目真夏の麦茶の勢いでゴクッと喉に放り込んでください。味わってはいけません。味わってはいけない。喉越し。うまい。美味しく飲むそのシチュエーション、やっぱりビールが一番美味しいのはやっぱり仕事終わりなんですね。実はビールには自分でおつまみ持ってきてるんですよ。今日の日のストレスです。これが今日の日のビールのつまみなので、今日ストレスがたまればたまるほどビールは美味しくなる。それを美味しくしてスッとスイッチオフにできるのがこの一度継ぎの喉越しです。これが50年前の日本の仕事終わりのビールということです。オフスイッチがめちゃくちゃ多かったら困りますよね。スイッチなんてパーンと切ってもう次っていかなきゃいけないので、2杯までしか出してないんですよね。なのでここでパーンとスイッチを切って2杯目で少しウォーミングアップをして、そのまま次のお店に行って
ゆっくり腰を据えてコミュニケーションをとってもらうというのがビールのテーマです。昭和の後半から令和にかけてコミュニケーションは話し方上手、聞き方上手にしちゃった。まず心を開くことが最初だった。すると普段通りの会話でよりコミュニケーションが取れる。その心を開くのがビールであり、今日のストレスを一回オフにするのもビールである。なるほど。それが仕事終わりの一杯の意味です。そうしましたらマイルド次をお願いいたします。わかりました。ではマイルドです。はい。思いっきり泡立てます。少し待つんですね。かなり待ちます。現代のビールサーバーは、はい、泡立たせないことが目的です。静かにゆっくり継ぐと泡立ちません。これは今日入ったバイトの子でも継げます。静かに継げる、はい、でも昭和のサーバーは泡立てることが目的なので、泡立て方の強弱です。逆なんですね。この強弱を習得するのに、この業界泡切り3年次8年、ビールを継ぐ前にジョッキ洗い3年という。では2回目を継ぎます。はい。もう1回継ぐのをお待ちください。はい。今のビールは苦味と炭酸がグラスの中にきっちり収まっていることがビールなので、はい、苦味と炭酸が苦手な方はビールが苦手になっていきます。ある時から美味しくなりますよね、苦味が。人生の苦味を経験してビールの苦味が分かるんだと。苦味の中にしか旨味とか味はないわけですね。ビールも同じです。今から3度継ぎを作るんですけど、はい、実は泡は苦味の塊です。はい、泡は苦いんですけど、下のビールは苦味がない甘いビールに変わります。その苦味の中から旨味や甘みを引き出すには時間も経験も努力もいるということです。ですから通常は苦いビールなんですけど、時間をかければ甘いビールに変わります。では、ここまでが3度継ぎと言います。これがよく漫画やイラストで見る泡が盛り上がったリアルなビールなんですけど、この盛り上がった泡の中に通常のビールの2割から3割の苦味がここに全部凝縮しています。なるほど。この苦味をですね、全部吹きこぼしてしまう。すると通常のビールと比べると炭酸が半分、苦味が約3割カットです。ありがとうございます。まずは口当たりを楽しむ。口当たり、喉越し、そして初めて味わい。昭和の時代、なぜあれだけ経済が成長したかっていうのは、仕事終わりのオフスイッチがあったからっていうのは私は思う。なのでこのビールをある程度日本中に復活させたら、また経済が上司と部下がなんだかんだ言いながら肩組んで居酒屋から出てくる、そういう世の中が作れると私は思って、ビールを継ぐ、広める、ファンを作る活動を続けています。